こんにちは。バインピアノ教室の松本です。皆さんお元気ですか？さて、前回の動画の更新からすでに1ヶ月以上が経ってしまいました。と申しますのは、実は今ですね、当教師のホームページのリニューアルに今私ちょっと着手しておりまして、でもう少しちょっと見やすいデザインにしたりとか、あとこれを機会に経営方針の見直しなどを行っているんですね。で、今月末までには新しい形でアップロードいたしますので、もしよろしかったら当教室のホームページの方もぜひご覧ください。英語版につきましては、来月に、着手して来月中に、完成する予定でいます。さてですね、今日はですね、絶対音感は先生にも生徒さんにも覚悟がいるということについてお話ししたいと思います。私が絶対音感トレーニングを始めたのは今から10年以上も前になりますけれども、その当時はですね、関東地方を調べても絶対音感トレーニングをやっている教室というのが非常に少なかったと思います。で、横浜市に関してはほとんどやっていなかったのではないかと思います。で、そもそも私が、相対音感、絶対音感も含め音感教育に力を入れようと思った理由はですね、生徒さんのピアノの演奏を聞くと、ほとんどの方が、音の間違いだらけなんですね。音の間違いが多くて、しかも、その音の間違いに気づかない。で、その結果、一曲を仕上げるのに、非常に時間がかかったからなんですね。で、それで私の子供の頃はですね、わりかし、私が、譜読みが読むのが早かったということもあって、大体の先生から与えられた課題というのは1週間で譜読みができていたんですね。で、今のお子さんを見ると、譜読みが遅い。で、譜読みをしても、音の間違いだらけという状況を見てですね、これって一体、私とその今の生徒さんと何が違うんだろうということを考えたときに、音感のあるないということに気づいたんですね。で、私がそもそも曲を弾くの、マスターするのも早かったし、譜読みも早かったのは、絶対音感をそもそも持っていたということに、気づきましてですね。で、それで、絶対音感トレーニングを始めたという経緯があります。それで子どもたちにどのようにして絶対音感を身につけさせてあげることができるのかなと思いまして、いろいろ調べたところ、江口メソッドというものに出会いまして、早速本を購入して勉強いたしました。ところがですね、勉強すればするほど、このトレーニングを生徒さんに施すのは相当な覚悟がいるというふうに感じたんですね。と申しますのは、生徒さんの一生に関わることですから、先生側が間違った指導をしてしまうと、その子にとって取り返しのつかないことになってしまうからなんですね。それで先生側としてはとても非常に慎重にやらなきゃいけないということと、あと1週間分の記録の分析もしないといけないので、ピアノレッスン以外の業務負担量が増えます。ですので、非常にこれめんどくさいことなんですね。で、実際にやってみるとやはり大変です。と申しますのは、すべてのお子さんが必ずしも順調に進むわけでなく、スムーズに進まないケースの方が圧倒的に多いからなんですね。で、スムーズにトレーニングが進むお子さんは本当にごく稀で、ほとんどのお子さんは何らかの紆余曲折を経て、ようやく絶対音感を獲得することになります。ですので、絶対音感をお子さんに身につけさせたいとお考えの親御さんは相当な覚悟が必要になります。トレーニングは1日5分、長くて15分になりますが、それを休まずに毎日継続するという決意が必要になります。また、絶対音感トレーニングをやってる中で停滞期があるんですね。同じところを何ヶ月も続けていて、暗い長いトンネルの中に入っている状態が何ヶ月も続くことがあります。で、そのような状況の中でも継続してやっていける精神力と忍耐力も必要になってきます。絶対音感は6歳半以下であれば、ほぼ全てのお子さんが身につけることができるんですけれども、お子さんが絶対音感を身につけることができるかどうかは全て親御さんの覚悟に、関わってきます。残念ながら過去にですね、親御さんがギブアップして途中で
絶対音感トレーニングを諦めていく親御さんを過去に何度も見てきました。で、その親御さんの特徴を5つ挙げておきますね。まず1つ目の特徴としましては、親御さんが子供の頃に過去に音楽やピアノや他の楽器、もしくはスポーツなどに打ち込んだ経験がないということなんですね。要するにこれは何かを若い時に頑張るという経験を全くしたことがない人は、絶対音感を子供に施すのは非常に難しいと考えます。で、そして2つ目になりますけれども、結果が出なくても頑張った経験がないということなんですね。で、何かに打ち込むときに結果が出ない状況が続くことって結構あるんですけれども、それでも頑張る経験をしたことがあるかどうか、それともすぐ諦めてしまったのか。で、ここでね、すぐに諦めてしまう人は、やっぱりこのお子さんに絶対音感トレーニングを施しても、やっぱりすぐに諦めてしまう傾向にあります。で、3つ目の特徴はですね、子供のしつけがきちんとできていないということです。で、これは、お子さんに毎日自宅でトレーニングを施すわけですから、お子さんが親の言うことを聞くような状態にしないと、これ、毎日やるのは非常に大変なことです。そして、レッスンでも先生の言うことを聞かないので、旗の練習をさせるだけでも大変なことがあるんですね。なので、これそもそも、ご家庭での、しつけに関わる、ことなんですけれども、この点がですね、非常に重要になってきます。で、4つ目の特徴としましては、これはですね、子供がですね、本当に絶対音感が身につくかどうか、鼻から疑っている親御さんがこれたまにいらっしゃるんですね。で、そういう方はですね、そもそもですね、先生を信頼していないので、結局ですね、何をこれしてあげてもですね、うまくいかないわけです。そもそもその親御さん自体に覚悟がないからだと思うんですけれども、そういう方は、そもそも、こちらに来ていただく必要はないのになぜ来るんだろうと、私はその時思ったんですけども、そのような親御さんが過去にいらっしゃいました。で、5つ目の特徴なんですけれども、お子さんを信じてあげることができないということです。で、絶対音感をやってるとですね、なんでこれぐらいの音が聞き分けがなかなかできないんだと、親御さんの方がイラつくことが結構あったり、で、子供に対してがっかりしたりすることが結構あるんですね。で、子供自身は別にケロッとしてて何ともないんですよ。残念がったりとか、悔しいと思いをするお子さんはいるようなんですけれども、で、それに対して何かやめたいとか、がっかりするってことはお子さんにないんですけど、親御さんの方にその気持ちを持ってしまってですね、お子さんをですね、長い目で見てあげることができないんですね。すぐに結果を求めたがる。で、すぐに結果が出ないと親御さんがイライラしたり、それがやっぱり表情に出るんですね。で、口に出さなくてもそれがお子さんに伝わってしまってですね、で、それがお子さんのモチベーションをそぎ落とすことになります。で、結果それが原因でお子さん自体が絶対音感トレーニング嫌だと言ってやめていくケースもありました。絶対音感トレーニングは親御さんにも先生にも負担がかかるレッスンです。ですので、安易に、音感トレーニングを始めて途中で諦めてしまうと、親御さんのお月謝やお時間が無駄になるだけでなく、先生の時間と労力も全て無駄になってしまうんですね。絶対音感トレーニングは子供の資質というよりは、親の資質が問われるのではないかと思います。本当に自分は最後までやり遂げることができるのか、やる覚悟があるのか、そこをよくお考えの上、決断される必要があるかなと思います。いかがでしたでしょうか。この内容が良かったよと思ってくださった方は、いいねボタンを押していただけますと大変励みになります。また、もしよろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは皆様、次回まで。さようなら。